東日本不動産流通機構から2024年10月度の中古マンションの市況のデータが発表になりましたので、いつものように表とグラフでご説明したいと思います。まず制約件数です。制約件数は、10月はですね、前年同月比でマイナス 5.9% ということです。1都3県で見ると、東京都がマイナス 9.9、神奈川県もマイナス 9.9 ということで、この2つが、ほぼ2桁近く、減ったということですね。かなり商いが低調だったということが言えると思うんですが、前年を見てみると、このようになってますので、神奈川県はもともと発射台が高かったという言い方ができると思いますが、東京都に関してはですね、それでも随分と下回ったという印象があるのかなと思います。それぞれ地区別に見た場合が、このようになります。特徴的なのは都心3区がですね、マイナス 30.2% ということで、ここまで前年より下回るというのは非常に珍しいぐらいの落ち込みじゃないかなというふうに思います。城東地区もマイナス 12.7%、ですし、城西地区もですね、マイナス 9.8 ということでいけば、都心部のですね、非常に高額、例えば城西地区であれば渋谷区が入っているわけなんですけれども、非常に都心の中での人気の区で、しかもマンションが高い、相場が高いということですね。そういうエリアが、随分と、制約件数が前年より落ち込んだという言い方ができるんじゃないかなと思います。埼玉県、千葉県、神奈川県、ご覧のようになっています。千葉県ですとか埼玉県もですね、一部数字が良かったりするわけなんですけれども、最近、都心部が非常に高くなったので、どうしても郊外ですね、23区の中でも外側の方に、向かっている。もしくは、1都3県の方にですね、埼玉、千葉、神奈川に、需要が向かっているという言い方ができるかもしれませんけれども、その中でも比較的相場の高い神奈川県はですね、マイナスだったということで、川崎市がですね、これもマイナス 32.2% ということです。それと、後ほどご説明しますが、この湘南地区もですね、減らしてまして、3ヶ月続けてですね、2桁、もしくはそれに近い、大幅なですね、ダウンを見せたという意味では、この3つの地区ですね、東京都の都心3区、城東地区、神奈川県の湘南地区、これがですね、際立っているのかなという気がします。ちなみに前年はこのようになってますので、前年非常に良かったという言い方ができると思うんですけども、それ以上にですね、今年の落ち込みが激しいというところがですね、今月の、ここ数ヶ月と言ってもいいんですけども、特にこの10月はですね、それが顕著だったのかなという気がします。新規登録件数はこのようになってます。1都3県ですね、そして地区別もこのようになってます。それではですね、制約単価と、在庫件数のトレンドをご覧いただきたいと思います。レイアウトをですね、変えました。今までグラフを2つ、非常に長期のものと、短期のものを見せていたんですが、一緒にしましてですね、2016年の1月ですね、これはマイナス金利を導入したタイミングなんですけれども、そこから、グラフを一つにしてお見せしています。水色の折れ線グラフが制約単価です。グレーの折れ線グラフは途中からになりますが、これが新規登録の単価です。この制約単価と新規登録の折れ線グラフのそれぞれの違いを一つご覧いただきながら、また在庫件数はこの棒グラフで出しているわけなんですけれども、そちらをですね、合わせて見ながらですね、この変化を見ていただきたいと思います。右側の上にはですね、地図を出しています。そして右側の下にはですね、制約単価と在庫件数、新規登録の件数と新規登録の単価の、前年同月の違いをですね、数字で出しています。次、東京都ですね。東京都は制約単価プラス 5.7、在庫件数がマイナス 8.6 です。埼玉県が制約単価プラス 3.5、在庫件数がプラス 9.2 ですね。千葉県が制約単価マイナス 2.9、在庫件数がプラス 13.9。神奈川県が制約単価マイナス 3.0、在庫件数がプラス 7.2 ということです。都心3区ですね。
都心3区は制約単価プラス 22.7、在庫件数がマイナス 4.8 ということです。制約単価ずいぶん伸びてるなということだと思いますけれども、先ほど言いましたように制約件数そのものが大きく減ってますので、数字が上がりやすくなっているということと、新規登録の単価をこのグレーの折れ線グラフをご覧いただくと、もう、何と言いますか、特別上に向かってですね、跳ねてるような形になってますけれども、これはポータルサイトなんかをご覧いただくと分かると思うんですけれども、例えば都心の有名なタワーのですね、最上階とか、その下、要するに上層階の極めて高い特殊住戸と言われている部分がですね、例えば、マーケットに出ていたり、その金額はですね、例えば10億を超えていたり、20億だったりですね、そういう、特別な価格がですね、ポンと出るということで、全体的な相場というか平均値を牽引するわけなんですけれども、そのような現象が起きていてですね、このようなグラフの形になったり、あるいはその制約単価もプラス 22.7 ということで、全体的に押し上がっているのかなと勘違いしがちなんですけれども、一部の高額住戸が引き上げているという認識でいてください。それと、先ほども言いましたけれども、制約件数自体がですね、大きく減っているので、これは様子見に転じている需要側がですね、そういう見方も十分できるということです。上東地区は制約単価がプラス 4.6、在庫件数がマイナス 13.1 です。城南地区が制約単価マイナス 0.8、在庫件数マイナス 9.4、城西地区制約単価プラス 19.4、在庫件数マイナス 10.6、城北地区制約単価プラス 2.0、在庫件数マイナス 15.1、ということで、23区でもですね、この、制約単価、新規登録単価をご覧いただくと、随分とそれぞれきれいに同じトレンドを描いているものもあれば、随分と開きがあるものもあればということで、地区ごとでですね、新しく出てくるもの、制約されたものの、違いというものがなんとなくお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。次、多摩地区です。多摩地区の制約単価はプラス 0.7、在庫件数がプラス 6.7 です。次、埼玉県。埼玉市は制約単価がプラス 6.7、在庫件数がプラス 3.8、中央地区が制約単価がマイナス 2.8、在庫件数がプラス 18.2、西部地区制約単価がプラス 10.7、在庫件数がプラス 7.7、東部地区は制約単価がマイナス 0.6、在庫件数がプラス 8.4 です。埼玉県はですね、この在庫の棒グラフのトレンドをですね、地区別にご覧いただくと、西部地区なんかは非常にもうコロナ前に比べてですね、随分と増えているなということがわかると思います。中央地区も増えています。埼玉市はちょうど、コロナ前と並んでいるところで、維持されそうだということです。新規登録の単価もですね、だいぶ横ばいになってきている、そんな状態がですね、わかると思います。千葉県の総部地区ですね、制約単価がマイナス 6.6、在庫件数がプラス 7.7、常磐地区、制約単価プラス 7.4、在庫件数プラス 20.1、千葉市ですね、制約単価プラス 4.4、在庫件数プラス 17.3 です。神奈川県の横浜市がですね、制約単価マイナス 4.7、在庫件数がプラス 2.2、川崎市ですね、制約単価プラス 1.4、在庫件数プラス 4.6、新規登録の単価がマイナス 9.3 ということで、このグレーの折れ線グラフが横ばいから少し、急に下がったということです。相模原市、制約単価マイナス 4.1、在庫件数プラス 11.3、県央地区、制約単価プラス 18.9、在庫件数プラス 26.9、湘南地区、制約単価プラス 3.0、在庫件数プラス 19.5 ということです。前年同月比でそれぞれの、1都3県、首都圏をですね、見たときにはこのようになります。神奈川県が2ヶ月連続で前年同月比で、制約単価を落としています。千葉県も10月はですね、マイナス 2.9 ということです。下の表は前月比になります。前月比で見た場合には、首都圏、
埼玉県、千葉県が下げてまして、千葉県はですね、マイナス 7.3 ということです。次、地区別にですね、前年同月比を見たものですけれども、5% マイナス 5% 以上は色が濃くなってるんですが、それでいくと、千葉県のですね、総部地区がマイナス 6.6 ということで 5% 以上下げたということです。それと前月比で見た場合にはですね、埼玉県の中央地区がですね、マイナス 17.5、埼玉県の東部地区がですね、マイナス 10.4、そして神奈川県の相模原市がですね、マイナス 12.0 ということで、2桁以上下げてまして、マイナス 5% 以上下げたというところでいくと、東京都の城東地区ですね、それと、城北地区、あと千葉県の総部地区と、同じく千葉県の常磐地区ですね、そこがマイナス 5% 以上下げているということです。はい、あと築年数はですね、このようになっています。そしてオフィスですね、オフィスのマーケットは、空室率が下がっていると、賃料も回復傾向にあるということで、日経新聞には記事が出てるんですけれども、これはですね、フリーレントを見ると分かるんですけれども、フリーレントの月数、扶養率ともに上がってます。ちなみに扶養率で6ヶ月以上、要するに半年以上ですね、家賃を払わなくていいという契約が 23.2%、ほぼ4棟に1棟という言い方はおかしいかな。4件に1件のですね、契約はそのようになっているということですし、フリーレントがある契約のですね、平均のフリーレントの月数というのが 4.5 ということです。この数字はですね、上がってる上昇を継続しているということですよね。そういう意味では、マーケットが良くなっている、回復したということではないというふうに理解しています。フリーレントを多くつけ、その月数も増やしながらですね、なんとか空室率を維持している、賃料を下げずになんとかフリーレントで契約を取っているという言い方の方がですね、正しいんじゃないかなというふうに思います。はい。ライブをやってまして、次回はですね、11月16日土曜日の11時の予定です。それと、物件評価レポート、このマンション買って大丈夫だろうかという問い合わせが多いことから始めました。物件のプロフィールや購入の目的、背景、不安な点をお知らせいただいて、公的データに基づいて多角的に評価をし、メリットとリスクに分けてですね、推奨度という形でレポートをまとめています。皆さんのそれぞれの目的背景に応じてですね、作成しますので、個別オーダーメイドでレポート作ってますよということなんですが、いただいたアンケートの中のフリーコメントを AI に読み込んでもらって、逆にこのサービスの5つの特徴ということでまとめてもらってます。これノートの記事に、載せてます。無料で読めますので、ぜひご興味のある方はご覧ください。それと、この物件評価レポートのやり取りの中でですね、購入検討者の方々の、認知の低いその物件の見方というものがですね、いくつかあるなということが分かりましたので、それをですね、メンバーシップの動画にしてですね、公開することにしました。メンバーシップはこの、メンバーになるというボタンを押すとですね、どのようなレベルがあるのかというのが出てきます。一応3つ用意してるんですが、その中のこの完全マスターコースというのが今申し上げたノウハウの動画になります。過去の動画も含めてですね、格納していますので、このメンバーになるボタンを押すとメンバーシップがスタートしますので、ご検討いただいて、しっかりと吟味した上でですね、見たいという方は、メンバーになっていただければなというふうに思います。ということで、買いたい人や売りたい人、買いたいという人にはですね、どれを買うのか、いつ買うのかという、この大きな2つの、問いがあるわけなんですけれども、検討段階、初期の方から後期の方までですね、いろんな方がいらっしゃるんですけれども、市況の動画というのはですね、大きく皆さんに関係すると思います。その中でも、どれを選ぶかという物件選びのこのノウハウをですね、メンバーシップの動画でお届けしたいなというふうに思います。それとノートの記事もですね、一部売りたい人向けにも書いている記事がありますので、こちらもよろしければご覧ください。
そして検討後期の方にはですね、マンションでも戸建てでも土地でも結構です。物件評価レポートというサービスをしています。また、物件評価レポートサービスをご利用いただいた方にはですね、この個別相談ということもお受けいたしますので、様々な形でですね、サポートできればなというふうに思います。いろんなお問い合わせ先すべてこちらのアドレスで受けたまりますので、ご検討されて、使ってみたいという方はですね、このアドレスからお問い合わせいただければというふうに思います。今日はですね、2024年10月のですね、首都圏の中古マンションの市況をお話ししました。今日の動画は以上です。